おいや、いきなりかい。えぐい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 。うわやば。いいよこれチャレンジ。えぐいやば。前田さんです。竹山の船長与永です。ここはね、日本海、うっすらね、どこだ、うっすら手売り矢切が見えてます。今回は今年来たばかりの新造船で刺し網漁を行っている増毛町へ行ってみたいと思います。これが有名な日清番屋。それでは行ってみましょう。さて今回は船長の遠征シリーズということで、冬の日本海、現在ねまだまだ風は吹いていますが、まずは明日乗船する第26舞陽丸の設備などを紹介していきたいと思います。でこの生けすの中が酸素パンパンになるってことね。それを何回も循環してこれから吸ってでこれからこう上がってきます。あ、一回生けすのやつを吸ってからこれを通すんだ。これが冷水これが冷水器で、そのポンプが何？アクアシルク。これがこの白いのがこの中に魔法の装置が、なるほど。酸素がここから入るんですよ。あ、はい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 。水と酸素が一緒になってこの本体に入って中に入ってる酸素をこうかき混ぜるんです。この中でかき混ぜる。この中でなるほどね。でそれがこうビューンってここ通ってで、通ってあ、こっちへ。あ、これ通ってここに行くの。冷水器に通って冷えてでまたここに帰ってくこれると。から出ると。あ、これね、明日取れたやつがここにボンボン溜めていくと。この酸素入れる機械、はい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 。これも込みなんでしょ。この酸素入れる機械もつけなきゃダメってことだもんね。ダメで酸素発生。でそれが、あ、今電気ついてないけど、明日行く時には電気ついてる。スイッチオンで基本的に医療用。あ、そうなんだ、はい、医療用で、これで酸素でさっきのところに通してる、はい、こんな素晴らしい装置がついてるの、素晴らしい。ちょっと心臓線どれ取ってくるかい。でこの心臓線で明日漁に行くと。ちなみに明日の漁は下はアンコウとヒラメ。じゃあこれ明日入れてくる網。そう青オレンジがアンコウ。大漁することを祈って楽しみだわ。Monkfish。はい、そして増毛といえばこちら牛田屋さん。まずはね、ここで明日の作戦会議やっていきたいと思います。あ、お疲れ様です。明日お願いします。お願いします。えぐいな。甘エビまだ取ってんだね。今月いっぱい。あ、2時半バカでしょ。一応もう3時出航したら2時半だ。もう網積んであるようだったから。おお、はい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 。これが今。これが今の海の。はいはいはい。今だいぶ水温下がってきたから濃度高くなる。水温冷たい海にいる魚の方がいい環境にいるんだやっぱり。まあいいとこか。この辺いいとこ。止まったね。でこれがアクアシルクが入ってる水槽。はーい。もううわっ、一気に来たでしょ。3倍。30を超えるとナノバブルって認定されるんですよ。ナノバブルになると30超えてくるんだ。30超えてくるんです。じゃあこれからもうスイッチ切ってもこの中酸素パンパンってこと。最後魚入れたらどのぐらい下がって。はいはい、そうっすね。とりあえず1本目アンコアに行くか。了解。それでは行ってきます。いい満月出てるね。満月だ。おお、大潮なんだ。で、あんこ網が7、8マイルぐらい、6マイルぐらい。7マイル。ああ、いいとこだね。これが海水温。
た。あれかな。はい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 。これねこれね。これがあんこ網。あ、一枚網なんだ。なかなかあんこはね、うんすぐ来ない。そうでしょ。かつてうわー、いいね。まずはカスベから。半分カスベ網みたいなとこもあるもんね。かつてあんこ網だ。ああ、そうだよね。この間1トン600かつて。マジでめっちゃいい商売やん。かつて足早いからこうやってすぐいなくなる。はい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 。網の敷地が合うもの。おいや、いきなりかい。うわわわわわわ。えぐい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 。うわへい。いやいや、いいね。うわ、でかっ。そうだよ。うわ。さあ、ということで見事なあんこうが取れたんですが、ここから魚の鮮度を維持するために生命力の強いあんこうのエラと尻尾を切って船上活締め。そこなんだ、あんこうは。一匹一匹、あんこう頭かな、一頭一頭丁寧な処置を施します。あとはアクアシルクの酸素でいっぱいになったいけすで血抜きをしていきます。レンチャン来るじゃん。いいじゃんいいじゃん。あ、でっけ。すげえな。切っちゃうんだ。何うわー、やばい。本格でけえしてめっちゃでかっ。うわ、これ姫ぞぼらでいいんだよな。この目合いの網にもかかるんだね。この間7個マジで商売になっちゃうじゃん。さて、あんこう網も残すところ半分ほどとなりましたが、この日はあんこうとカスベがコンスタントにかかっていて、船員さんたちは休む暇なく魚を外していきます。しけなどもあって網を刺してから3日経過しているとのことでしたが、あんこうもカスベも元気そのもの。他の生物に襲われることもなく次々と漁獲されていきます。もう端っこだとかこれでわかんのね。表にフロッターいいな。欲しいわこれ。いいね、大物網。あんこうだらアベレージ10キロはあるでしょ。鳴らしたら10キロ。ああ、そうでしょ。大きいのだったらやっぱ20キロ以上とか。ああちっちゃいのだってどうなんだよ。いや、確かに確かに。もっと網目も大きくして。いや、そうだよね。いいね、あんこ網ザッパかかってなくてね。対象魚種しかかかんなくていいね。うえい。これ多分10キロ。
これでも10キロある。あるわな。いや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 、すげえわ。タイヤさんはそのぐらいが一番喜ぶ。いや、そうだよね。あんまり大きすぎてもね。いや10キロあるわな。これでっけえわ。まあまあおお。いやいやいや。きれいなおい。うわー、いいね。これヒラメ網より長い。長い。長いでしょ。体感長いもん。あ、これで終わり？あー、やっぱり置いてるからヒラメとかかかっても食われちゃうんだね。一回釣られたやつかかったのしたら、結構な釣り針。マジか。かわいそうだ、ヒラメ。あ、これにて終了。2、30尺ですか。20から30。いいとこだね。まあ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 。Monkfish. 今上げたのが大体ここら。ちょっと深みに立つの。ああ、なるほどね。白んできたな、空が。それでは本日2本目、次はヒラメ網を上げていくようです。そんなパターンあるんだね。はい、ということでボンデンの先っぽが抜けてしまうという珍しいことが起こりましたが、気を取り直してボンデンをつかみ直します。明るくなってきたな。うわ、いいよいいよ。これ石がね。石枯れね。花頭、花頭、花頭。おい、はいはいよ。冬の味覚がすごいね。おい、はい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 。ちゃんと上手。わあ、上手。うわー、来てる来てる来てる。これでかくない？これでかくない？今のでかいわ。うわ、上手。あんこか。うわ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 、やばい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 。あんことヒラメ。うわわわわわ。やっぱり固まってくるよね。魚も居心地いい場所あんだな。やばやばやば。うわー、いいいい。
めっちゃでかっ。ヒラメだよね。でっかっ。うわー、それはいやー、網破かなきゃ無理だもんな。ほんと来るやん。ついに本気出したな。やばいやばい、これはやばいわ。カジカ外すの落ち着かないんだ。ああ、なるほどね、手伝うわ。よしよしよし、まだ終わってないでしょ。おお、それは手伝うわ。外せるかどうかわかんないけどよ。ヒラメ先外して。ヒラメ、そうっすね。このね、色厚い色があるじゃん。えこれ太いから。え、そうね、太いよね。太いのかわして。こうかい、はいはいはいはなら切ってもいい。い。なるほど。簡単に言うけどもよ。どこさ入り口。いやマジで闇だ。これ無理だわ。どこ。来た。ブランクあるんだから遅いでしょ。おいや下からよ。2分かかってるぞこれ。来たぞ。やばい。この岡さん、一本入ってて。来た。ああ、それいたな。す了解。あ、直りはんだろ。よく外せるな、そのサイズ。おお、慣れだ。おお、慣れだ。おお、測ってる。40近くまで行くんだ。ああ、見えます？見えます。38とかだもんね。すげえ。よし。これくらいならね。それなら外す。これなら大丈夫だって言いつつ、こうだね。はい。ちょっと一目破らせてもらって、はい。ほら成長した？わあ、即戦力だ。わあ、即戦力よ。ほら、何？うわ、やば。いいよ、これチャレンジ。えぐっ。こっからその辺ちょっと切れます。スポットなんか来ないけどね。持てないもん、下って。すげえ、これはすげえわ。うわー、すごい。一番大きいんだよ。でかっ。持てねえ。やばっ。座布団やん。あれ終わり？端っこ？わや。うーわ、えぐ。石。これ石だね。これはヒラメだね。はい。え？最盛期これの倍ぐらいかかんの？あ、全然こんなもんじゃん。やべえ。絶対来ねえ。はい、作業終了。これで終わり。はい。朝日も出てきたね、めっちゃいい景色。割と風吹いたね今日ね。こんな予報でないけどな。いいな、でももうや。本当だ。この時期の日本海でこんなもので済んだら全然ありがてえ。うわー、ご来光。これにて終了。はーい。
Monkfish. それでは増毛港へと帰ってきました。船を港につけたら、まずは刺していた網を丘に上げてから今日取ってきた魚を荷揚げしていきます。果たして今日取れた一番大きいあんこうは一体何キロあるのでしょうか。まずはカスベの荷揚げから見ていきましょう。でっけっ、最終的に41まで上がってます。あ、ほんと。こんな上がったんだ。あ、来た。だからヒラメも出たくねえだろうな、こん中からうえでもこれも大きいっすよね。大きい。大きいっすよね。いやでっけ多分これが一番でかい。えぐい。ちょっと前に出して、前に出して。あ、いいね、いいね。オッケーオッケーオッケー。うわー、出た。いや、それやばいね。バケモンだわ。うわ、すげえすげえ。風に警報3回以下になります。1025ヘクトパスカル、1026ヘクトパスカル、波の高さ各局何か通報ありましたらどうぞ。ああ、洗うんだ。中身出すやついる？あ、いるんだ。へえ。中身出てほしいな。おお、はい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 。食ってる。思い通じたわ。カゴ曲がっちゃって重たくて。さあ、ということで本日のラスト、あんこうを箱に立てていきます。で、あんこうは1頭ずつ箱に入れる、立てるかな、こんな感じで箱詰めして1頭ずつ計量していきます。これわざとにこっち向けたの？あ、こう痛み出てるよって。はい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 。なるほどね。ああ、してあんこうの発泡、これエビと同じだ。穴開いてるやつ。15点。水が出る。少し積んでいくんだ。いやー、それでかい。これでかいわ。はばけてるもん。20ある。これでかいね。これちょっとかけるの楽しみだな。アベレージ10なんだね。大体そんぐらいじゃねえかな。ね。いきますよ。今日のマックスサイズ。おお、25円出た。これで25円。うい。さあ、ということで本日のマックスサイズ21キロのあんこうを市場へと運びます。
今日取れたあんこうは1頭ずつ並べて競りにかけられ落札した業者さんが引き取ります。はい、本日の漁獲は40頭ということで、全てのあんこうに上氷をかけて競りの準備が完了となります。カスベ何キロだった？ 300 キロ？これで300キロか。Monkfish。はい、それでは出荷作業も終わったので、沖で外しきれなかった魚を外していきます。商品として出荷できないカジカだったり、あとはカレイやホッケなんかも。西にいるんだ。これ総八ちゃんだね。箱と氷台にもならないようなお魚さんたちですが、立派な漁師の万能おかず。実はこういうのが美味しいんです。いいよ、大体で。大体でいいよ。ちっちゃいやつの方がいいよ。あんまり大きいのダメだよ。出手が。そう。もういいよ、そんなもんで。本当に？こんなもんでいいよ、いいよ。しない。オッケー、ありがとう。はい、それでは帰ってきました。はい。今回マシケの漁に行って魚たちをいただいてきました。いや、多すぎ。いや、ほんとね、くれる量が多すぎ。まずは一つ目見ていきましょう。こちら。こういうのが一番美味しいよね。これはマガレ。中にね、砂ガレも2枚入ってます。大量。はい、お次はこちら。はい。たくさん取れたあんこうも1頭もらってきました。うまくできるかわかんないんですけど、挑戦してみたいと思います。はい、続いて最後です。はい、日本海の立派な寒ビラメ。これもね、2枚いただいてきました。あんこうは鍋に、ヒラメは刺身と漬け丼に、そしてマガレはね、煮付けなんかにしてみようかな。この日本海の海の幸を使って漁師飯作っていきたいと思います。はい、それじゃあね、まず立派な寒ビラメからやっていこうと思います。ヒラメはちょっとすき引きなんかやってみちゃおうか。こんな感じで。うまくいかんわ。こうの方がよくない？こうの方がよくない？こうだわ。はい、あとはね、編集の力でシャッということで、すき引き完了しました。これをね、5枚におろしていきたいと思います。まずは背骨に当てて真っ二つ。少しずつ書いていきます。よいしょ。一番いいとこ、ヒラメの黒瀬おろせました。まあ綺麗だね、身も。はい、こんな感じで5枚おろし完了。はい、それじゃあ皮を引いていきたいと思います。とっても立派な黒瀬。黒瀬よりね、下身の方が実はね、縁側ってついてて、こんな感じで、こっちが黒い背中の部分の縁側、こんな感じなんだけど、下のね、白い方の縁側はね、たっぷりついてます。ここだから縁側食べるなら下身がおすすめ。まずね、縁側を外す。外します。縁側を外す。はい、そしたらね、皮を引いていきますと。はい、オッケー。はい、これでヒラメの漬け丼とお刺身用の柵が完成。よいしょ。よいしょっと。はい、それではね、本日のメイン食材、あんこうをね、やっていきたいと思います。ここね、ちょっとタコに食われてね、やられちゃってるけど、こちらをね、さばいていきたいと思います。いや、マジ初めてすぎてわからんわ。じゃあまずはね、ヒレを万能バサミで、はい、すごい大きい。はい、お次は尻尾。あとはね、だらだらやってもしゃあないんで、皮を剥がして、あん肝がね、どれぐらいいいの入ってるか見てみたいと思います。じゃあまずはね、皮を編集の力でシャッ
はい、こんな感じでね、皮は剥がせました。それではね、お腹を開けて肝を見ていきたいと思います。もう見えてるね、これ。はい、開けていきます。肝がすごいね。そして結構蒸しいる。はい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 。うわはい、ということであん肝取れました。もうほとんど血管にも血残ってないね。やっぱり相当あれ水槽の中で血抜けるんだろうね。全然血管にこれ血残ってない。これは処理楽だわ。はい、ボウルに入れて水入れます。そして酒入れていきます。さあこんな感じでちょっとね水につけて血抜きしていきたいと思います。はい、残った部分はちょっとね時間がかかっちゃうんで編集の力使います。せーの、はい。ヒレ、皮、口、カマ、これが骨、ほぼ骨かな、中骨とか骨とか。はい、これが右と。こんな感じになりました。どうだろう。初めての割にはうまくできたんじゃないかなと思います。そしたらこの胃袋、これは塩もみ。そしてこの素晴らしい肝、これはね血管と薄膜を剥がしてあん肝と鍋の具にしていきたいと思います。まずはねこの具たちを鍋のお出汁にするのに一回炊いていきたいと思います。まずは皮いくか。まず皮いきます。はい、ヒレ、皮。はい、そしたら胃袋をねきれいにしていきます。きれいなもんだわ。はい、OK。よっしゃ。そしたらこれを塩もみしていきます。どっさりめの塩で塩もみしていきます。おー、結構筋あんだな。はい、今しごき終わった胃袋も入れていきます。はい、そしたら霜降りが終わったら取り出してこのベロベロ、これが臭いらしいんでね、これをね綺麗にゴシゴシしていきます。はい、外していく。わ、すっごいプニプニ、すっごい、これすっごいわ。はい、これを綺麗にしていきますと。あとはこの骨を抜いて全ての身にね骨がない状態にしていきます。こんな感じで抜いていきます。この骨もねアラの中に投入していきます。いやーマジねあんこめんどくさいわ。こうだもの。ピュッと抜いて、はい、はい、こんな感じで抜けました。抜けたヒレはこれプルンプルンのゼラチン質の身なんで、これも鍋に投入していきたいと思います。今度は頭でけえ。よいしょ。よっ、頭。はい、これもきれいにしていきます。はい、そしたらねこのガラをスープの中に入れていきたいと思います。はい、酒入れていきます。はい、昆布を取り出していく。はい、投入。だんだん煮立ってきたら生姜投入。これがいいアクセル。去年出した過去動画にこのレシピを出してるエニシアさんの動画があるんでね、皆さんぜひチェックしてみてください。旨味たっぷり、完璧。このスープをこしていきたいと思います。はい、スープの完成。あちゃ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 。これを別にあんこうの肝を溶いてお鍋をね作っていきたいと思います。はい、世間一般でいう道具って呼ばれるやつだね。これをね鍋の具材にしていきたいと思います。すごいね、さすがゼラチン。まずはヒレいこうか。ヒレをサクッと。うわ、すごいね、ドゥルンドゥルンじゃん。ヒレを食べやすい大きさにカットしていきます。はい、ヒレ。そして唇、ここがうまいらしい。ちょっと見た目がグロテスク。なんちゅうか
ほんとホルモンみたいな感じだよね。はい、唇。この辺の周辺のお肉なんかも、うわー、すごい弾力。これはお肉ですね。これも、これカマの肉かな。カマの肉は細かくカットして入れていきます。鶏肉より鶏肉だわ。うまそう。はい、あと胃袋だね。胃袋は絶対入れたい。あと心臓もある。心臓。はい、胃袋。あとはね、皮を少しこんな感じでいっとこうかな。全部はね多いんで、友愛にね使いたいと思います。これは細かくしていこうか。はい、オッケー。よし。はい、皮系はこんなもんで、身だね、この大きい身を最後の鍋の上にドカッと乗せたいと思います。薄く。すごいいい身だわ。はい、オッケー。はい、これを鍋の具にしたいと思います。それではね、あん肝の処理をしていきたいと思います。あん肝はお鍋の具とこんだけの量だから、もしかね、あん肝が余ったら残った身でね、友和えなんかも作ってみたいと思います。あとはね、この細い血管、太い血管で中に残ってる血なんかをね、綺麗にしていきたいと思います。なるべくね、肝を剥がさないように血管だけを削ぎ取りたい。うわ、すごいすごい。うわ、すっごい。これはね、料理人さん手間暇かけてますわ。これはね、家庭でやるもんじゃないね。絶対ね、お店に食べに行った方がいい。私はそう思います。薄皮の取ったあん肝を塩と日本酒の入った水の中で血抜きをしていきたいと思います。本当に脱水程度になるぐらい塩を打ちます。はい、これでね10分ほど余計な水分を抜いていきます。すごいもちもちになった。仕込みはここで完成。家の方に移動して早速ね食べていきたいと思います。まずはね、ヒラメの漬けを作っていきたいと思います。ぽい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 入れていきます。身がブリブリ。全部漬けにします。よいしょ、OK。はい、切ったヒラメのボウルに、はい、めんつゆ。これ昆布つゆだね。これをさーっと。ちょっと白だし。はい、そして醤油。はい、そしてね、ごま油。ごま油。はい、ごま。パラーっと入れます。もうちょっと。はーい。つけていきます。はい、こんな感じ。はい、これでね、30分ぐらい冷蔵庫で寝かしていきたいと思います。はい、それじゃあね、うわ、素晴らしい。もっちもちのね、ヒラメを切ってお作りにしていきたいと思います。はい、まずは、しそを乗せて、すごい厚みです。すごいもちもち。楽しみ、これ。はい、縁側。はい、そして最後に、はい、昨日血抜きしてた紐。これをね、こんな感じで、ここに乗せて、はい、まずは1品目。ヒラメのお刺身、完成。はい、そしたらね、友和えを作っていこうと思います。初挑戦なんで、多めに見てください。まずは、肝。鍋に半分使うんで、はい、よいしょ。この肝を炒めていきます。使う調味料は醤油、めんつゆ、漁師の力水。これでね、まずは肝を炒めていきたいと思います。肝を潰しながら、これ最初包丁で叩いた方がいいかもね。はい、ここに醤油。は
はい、次に酒。目分量です。OK。ちょっとめんつゆやめとこうかな。砂糖入れます。三黄糖かな。はい、3倍。大さじ3くらい。田舎の料理にはね、何でも砂糖入ってるから。はい、大体ね、肝に火が通ったんで、おもあえの具、これを投入していきます。はい、水分も飛びましたと。はい、2品目。あんこうのともあえ完成。はい、それでは3品目。あんこう鍋を作っていきたいと思います。はい。刻んだね、あん肝を鍋に投入。足りないからね、全部きれいに。うわ、すごい油。すっごい。はい、そしたらこれを火にかけて炒めていきます。はい。いたら撤去する。兄ちゃんはいたら撤去します。はい、こんな感じで色が変わって油がめちゃくちゃ出てきたら、はい、このスープを入れていきます。よっしゃ。はい、そしたらこれに西京漬けでおなじみの石野の白味噌、これを少し入れていきます。はい、これの他にだし入り味噌、これも入れていきます。ちょっと味見してみます。あ、うまいけど、もうちょっとずつ味噌入れるかな。それで完璧だと思う。はい、もうちょっとずつだけね、味噌入れます。はい、そしたらこの中にね、野菜を投下していきます。はい、白菜をどっさりまず入れていきます。はい、白菜どっかり、そして大根を角に入れていきます。はい、そして椎茸。そしてネギ。はい、最後にね、綺麗に処理したね、あんこを乗せていきます。まずは皮だったり、ヒレだったり、コラーゲンがすごい。そしてこれが胃袋、まさにホルモン。そして心臓。ここにぶつ切りにした身。鶏肉より美味しいよね、絶対。そして最後に、はい、スライスした身を真ん中に乗せて15分ぐらい煮込んでいきます。大変大事だね。はい、ごぼうさん忘れてました。入れていきます。ごぼう。はい、これで煮込んでいきます。ごぼう大事よ。はい。何品目か忘れたけど、4品目かな ?3 品目かな、あんこう鍋完成。まずこっちが、マガレの煮付け。そして、ヒラメのフライもいっちゃいまーす。いいね。いいね。はい、今度はあんこうの唐揚げ。味付いてます。いやー、いい身だったよね。ちょっと断面は取れなかったけども。美味しそう。上がりました。うまそうだね。やっぱ白身魚のフライいいね。はい、こんな感じでね、ヒラメのフライとあんこうの残球完成しました。うわ、ザックサクだね。はい、ふわふわのフライ完成です。はい、お皿を用意して、ハイボール用のレモンを添えて、はい。あんこうのザンギとヒラメのフライ完成。わあ、完璧じゃん。使っちゃっても。ヒラメを盛り付けていく。肝をちょっと乗せて、はい。ヒラメの漬け丼完成。実食。はい、それでは準備ができたので、マガレの煮付けを、はい、置いて、こちらは粒の刺身。これが、ヒラメの刺身。あんこ、ともあえ。ヒラメの漬け丼。はい、それではね、日本海の海の幸で食べていきたいと思います。まずは日本海、お疲れでした。皆さんもお仕事お疲れ様です。乾杯。はい、乾杯。安定のうまさ。
まずはお刺身からいきましょうか。うわ、すっごいもっちもち。はい。肝と、わさびで、いただきます。ヒラメうんま。ちょっと縁側行ってみます。縁側、いただきます。あ、ゴリッゴリ。甘い。ちょっと、ヒラメの漬け丼いきます。いただきます。劇的にうまいんだが。次、フライをタルタルビュッと絞って、ソースをかけて、はい、いきまーす。いただきます。うまいうまい。撮影の関係でね、もうちょっと冷めちゃったけど、これあったかかったらもっとうまいよ。うん。これ白身のフライは正義だね。そうだね。本当に。で、あんこをいってみようかな。はい、あんこザンギー。うまかいぞ。なにこれだって味見したんだもん。やばもう、鶏肉の上位互換だね。やばすげえなんこれ絶対みんなやった方がいい、これ。あ、やっぱりね、端っこの方はちょっと硬かったの。そうなんだ。やっぱ、大きいところの方がいい。そう。だから結構大きめに切ったんだよね。こんだけね、柔らかかったらね、大きく切っていいよ。うん。行ってみようかな。うわ、絶対うまいもん。はい、あんこう鍋、いただきまーす。これ皮。身もホロホロやん。いただきます。うん。もうちょいお味噌濃くてもいい。そうだね。うんこれ野菜入れて、ちょっとそうなの薄くなったもん。言おうと思ったんだよね。うん。あ、でもすごい美味しいよ。手が出てるね。こんちゃんには負ける。そりゃそうだね。ベニジアには負ける。マカレーの煮付け、いただきます。うん、絶品よ。おいしい。これ絶対好きだわ。日本海の冬の味覚、いっぱいいろんな楽しみ方あるから、ビギマンマ買ってきては無理かもしれないけど、あんこが売ってるとか、カレーが売ってるってなったら、ぜひ料理してみて、日本海の海の幸を味わってみてはいかがでしょうか。ちょっと今回は、ゆっくり食べていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。